この先右手に、浅間神社と鳥居があるんですけれども、まさにこの左手にある鳥居は、当時浅瀬の海の中にあったらしいんですよ。ここ稲毛東映マンションっていうんですけれども、太平洋戦争時代に実際に活躍してた船でね。はい、こんにちは、テリーです。こちらのチャンネルでは千葉の秘境をドローンを使って探検してます。はい、で今回は、また少しテーマをずらして、僕が育った生まれ故郷のね、千葉市美浜区の稲毛海岸を紹介しようと思います。いや、稲毛海岸に秘境ないじゃんって思われた方もいらっしゃると思いますが、ちょっと待ってください。ちゃんと最後にね、秘境の要素を準備してますので、どうか最後までご覧いただければと思います。で、どんな流れで紹介しようかなってことで、またいつものねテロップを出しておきますね。で、基本的には僕が3歳ぐらいまで住んだ場所と、僕が青春時代を過ごした母校がね、稲毛海岸になるので、かなりね偏った紹介になるかもしれません。そしてね、30年以上前の記憶をもとに独断と偏見で見ていこうと思いますので、なんでそこを紹介しないのって場所も出てくると思います。あらかじめご了承ください。そんな感じでね、一体どんな景色を見せてくれるんでしょうか。早速行ってみましょう。はい、では早速ね、この僕が育ったこのエリア、どんな場所だったかっていうのを簡単に説明していきますね。この今僕が走ってるのは国道16号で、東京方面に向かって走ってるんですけれども、今から遡ること約60年前はこの左手はずっと浅瀬の海だったと言われてます。それが約 2.5 キロの幅で、8キロぐらい埋め立てられて現在の美浜区になってるってわけなんですけれども、今このエリアにどのくらいの方が住まわれているのかご存知でしょうか。僕もね初めて知ったんだけど、一番詳しいデータによると15万5千人らしいんですよ。たった60年足らずで海の上だった場所にこの人数が暮らしてるってちょっとやばくないですか。ちなみにね、この左手にはちょっと見えにくいんですけど、幸町団地がね軒を連ねてて、約60年前に埋め立て地として決定する前までは東京湾のもう一部としてね、まさに海だったエリアになります。そしてね、幸町は、住民に幸あれと思いを込めてねつけた名前らしいんですよ。見えるかな。あ、見えましたね。これがそうですね。はい、そしてね、ここからが本題の稲毛海岸あたりに入るわけなんですけれども、稲毛海岸といえばやはり稲毛浅間神社をね紹介しないわけにはいきません。この先右手に、浅間神社と鳥居があるんですけれども、道路を挟んで左側の車線にも鳥居があるんですね。で、さっきこの道路から左側が、海だったという話をしたと思いますが、まさにこの左手にある鳥居は、当時浅瀬の海の中にあったらしいんですよ。あーっと間違えた、車線間違えちゃった。ちなみにね、今見えてきたこの右側のマンション、ここ稲毛東映マンションっていうんですけれども、実はここ僕がね生まれ育った、マンションなんですね。当時両親が新築で購入して3歳ぐらいまで住んだということです。これがね蒸気機関車で、多分ちっちゃい頃の記憶で汽車ポッポ公園とね呼んでたみたいで、なんとなく覚えてるっていうのは多分ね毎日遊んでたからだと思いますね。ちなみにどうでもいい話なんですけれども、僕はねB棟の7階に住んでたみたいで、隣に住んでたお姉ちゃんにだいぶ可愛がられていたようです。多分30歳ぐらいまではね年賀状を出し合って、毎年1回やり取りをする、そんな関係でしたね。はい、じゃあね、次に行くのが、この東映マンションの近くにあった船です。船船なんですよ。その名もね小島っていう太平洋戦争時代に実際に活躍してた船でね、そのまま海の時代にここに持ってきて公民館として利用したっていう斬新な施設だったんですけど、どこだっけ、これ右行ったとこじゃなかったっけ。ここら辺から左に行くと、こ
そうですね、ここら辺ですね。なんとなく記憶はあるぞ。今ね、ここに右側に立ってるここに、本来あったということなんですよ。ちょっと左に止まろうか。はい、ここで小島について2分で解説します。海防官だった小島は大日本帝国海軍の戦闘用艦艇で1945年に長崎県佐世保市の造船所で作られ、福岡県志賀島にちなんで艦名を志賀と付けられました。太平洋戦争を無傷で生き残った強運の艦艇として有名です。代表的なエピソードとして、戦艦大和の沖縄出撃前に訓練を兼ねた航行では遭遇したアメリカ軍の潜水艦を撃破し、壱岐島で空襲を受けた際は対空戦闘でアメリカ軍戦闘機を2機撃破したとの記録が残っています。その後終戦となり、役目を終えた志賀は甲板の武器などを取り外し、船室も改装され、さまざまな用途に姿を変えた後、往年は海上保安庁の訓練船としてハワイやアメリカ西海岸などの遠洋実習航海に使用されました。艦名も志賀から志賀丸、小島へと変更されていきます。そして1965年に船としての役目を全うした小島は、国からの払い下げにより千葉市が再利用することが決定し、巡視船室戸に並行されて稲毛海岸へとやってきました。翌年には千葉市海洋公民館としてオープンし、周辺を小島公園として整備されます。その後周辺は埋め立てにより宅地化が進み、美浜区のシンボルになりました。しかし1993年に建築基準法並びに消防法に準拠しないことが判明したため、公民館は休館になり、1997年に閉館になってしまいます。その翌年1998年に地域住民に惜しまれながら小島は解体され、池も埋め立てられました。そして現在は2017年に海洋公民館跡地に建設された高須スポーツセンター内の小島展示コーナーに部品の一部などが展示されています。当時はちゃんと大きな池みたいな場所にね浮かんでたっていう感じの記憶がありますね。で今考えるとまさにね埋め立て地構想ならではのアイデアだったのかなと思いますよね。退役した船を住宅街のど真ん中に持ってくるなんてできないわけですから、船を一回持ってきてから周りにこうやって住宅街を作るというのは理にかなってたんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じでね、正直3歳ぐらいまでの記憶ってこのぐらいしかないんですけれども、この後ね千葉市中央区に引っ越した僕は市立稲毛高校にね入学したことで、青春時代をまたこの稲毛海岸で過ごすことになるんです。じゃあ1個ねしょうもないエピソードを思い出したんで、これからちょっと場所を移動して、シェアしますね。これはまさに、JR 稲毛の駅から、バスで通っていたね友達の話です。多分ねこの道がねバス通りだと思います。でその日も稲構成で満員状態のバスは通常通り、稲毛高校に向かってこうやって走っていたわけですよ。でバスって降りる前に降車しますのボタンを押すじゃないですか。で車内には9割以上のね稲構成が乗っているので、大体誰かがボタンを押すんだけど、たまに誰も押さない時があるんですよ。でバスの運転手さんもそんなの分かってるから押さなくてもね最寄りのバス停で止まってくれるんですよ、普通はね。でもその日はねいつもと違ったのが運転手さん多分初めてだったのかな、まさかの高校前のバス停をね素通りしたんですよ。でみんなみたいな感じになったらしくて、でそのまま最終地点の稲毛海岸プールまで、連れてかれたっていう話がありましたね。ちなみにね、もうちょっとで出てくるこれが稲毛高校ですね。なんかいろいろあれだね、なんかスポーツに強い高校になったんだね。このね特徴的ななんか宙に浮いた感じの建物、これはね図書館だったんですよ。このマンションはちなみに僕は在学中はありませんでしたね。いやなんかこんな建物もなかったけどな。はい、でまたね高校前に戻ってきまして、次がね稲浜ショップ。ちょっと僕はね
北区方面じゃなかったのであまり寄ったことないと思うんだけど、ここだよね。いや全く記憶にねえわ。なんと今日はもう営業終わってるって言われちゃいました。まだだって1時40分だよ。まあしょうがないですね。結構人気のお店っぽいですね。じゃあこれから稲毛海岸駅の方をちょっと見に行きたいと思います。行くのはもう30年ぶりとかになりますかね。覚えてるかな。ここで回っといた方が良さそうだな。多分高校1年の短期間だけここの駅は使ってて、正直ほとんど覚えてないですね。マリンピア、いやー名前は懐かしいな。あとね、もう一つね、よく行ってたお店が近くにあるんですよ。なんか違うお店になっちゃって、お店じゃないクリニックになっちゃってるけど、ここはね、なんかパスタかなんかの生パスタかなんかのお店だったんですよ。で今調べたらあれですね、トスカーナっていうお店だったっぽいですね。10年ぐらい前のストリートビューには出てました。なくなっちゃったんですね、寂しい。はい、ではね、幕張、ベイタウンを覗いていきたいと思います。いやここはね、本当高級住宅街になりますね。もう30年ぐらいは経つと思うんですけれども、なんていうのかな、やっぱこのね電柱がないからね、洗練されて見えるんですよね。はい、それにしても路駐車は多いな。美浜大橋の方をちょっと通っていきたいと思います。でここはね、もう30年ぐらい前の話なんですけど、もうナンパのメッカって感じの場所で、週末になるとね、ナンパ車で溢れ返るんですよ。で大体女性2人組が乗った車がね止まっていて、そこに、同じく男が乗った車が横付けしてこんばんはみたいな感じで話しかけるんですけど、もうそれがねなんかねドライブスルーみたいになってて、後ろがね大渋滞になるんですよ。多分視聴者さんの中でも経験ある方いらっしゃるんじゃないかな。この橋の辺りだったと思うんですけど、なんかぐるぐるね走り回った記憶ありますね。懐かしい。何検問ってこんなところで。止められるのかこれ。止められはしなかったな。何の検問でしょうねこれ。はい、ではね最後に稲毛高校からすぐ近くにあった廃墟の跡地をね見に行きたいと思います。天然ガスや木材、石油工場が立ち並ぶ埠頭エリアに入るんですけれども、この突き当たりにねそれはあったんですよ。でこれね2021年の春に取り壊されてもうないはずなので、取り壊される前の2018年頃に撮影したドローン映像を出しておきますね。ただね、あまりに撮影と編集技術がやばすぎてもう恥ずかしいので、キャプチャーの写真中心になるかもしれません。後ろのトラック結構速いな。でね、もっとちゃんとね撮影しときゃよかったって今となっては後悔してる物件の一つですね。でこのキノコ型の建物は千葉港信号所跡といって1973年から、2012年まで使われていたそうです。
でね、航行する船舶に対して情報提供する、無線局の役割だったと聞いてます。で、ネズミ返しにも見えるこの形状は外部からのね侵入をさせない目的もあったようなんですけれども、螺旋階段をね兼ねていると思われる、この真ん中の支柱がねなんとも頼りなくて、当時内部で働いてた方はちょっと不安だったんじゃないかなって、それが気になっちゃいましたね。はい、でこれがその跡地になります。今は駐車場になってるんだね。もうここにね来るのももう5、6年ぶりなんでね。はい、そんな感じでね、僕の生まれ故郷でもある美浜区稲毛海岸はいかがでしたでしょうか。あの辺りがね海だったってのが一発でわかる小島がなくなっちゃってるのはちょっと残念でしたけれども、東映マンションと、汽車が残ってたのは良かったです。少し偏ったね地域紹介になってしまったと思いますが、この動画を通じて、少しでもね美浜区に興味を持っていただける方が増えたら嬉しいです。そしてもしねこのエリアにお住まいの方であなただけのエピソードもありましたら教えてください。はい、そんな感じでね最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったって思った方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、本当はね、この後お蔵入りになった動画のお話をしようと思ったんですけれども、せっかくのセンチメンタルな気分をねぶち壊す話なので、また別の機会にねお伝えしようと思います。そして来週は、またどこか千葉の秘境に行く予定ですのでお楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。